はい、株式会社東京カンパニーでございます。こんにちは。今日は日本のビジネスシーンで必ず必要になる電話応対を学びます。電話応対は難しいですよね。この動画を見れば会社やアルバイト先で自信を持って電話対応ができるようになります。電話の受け方、不在時の受け答え、保留の仕方、電話の取り次ぎ方、電話の受け方、電話のかけ方、伝言の残し方、電話の折り返し方、電話の切り方、すべてが学べます。電話の受け方。はい、株式会社東京カンパニーでございます。はい、株式会社東京カンパニーでございます。電話に出るときは、はいと言います。そして自分の会社名を言います。もしもしは使いません。これは少しカジュアルに聞こえます。電話をかけてきた人が自分の名前を言ったらこう言います。いつもお世話になっております。いつもお世話になっております。他にも最初に名前をつけて山田様、いつもお世話になっておりますという言い方もします。これはいつもありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたしますという日頃の感謝と敬意を伝える定番の挨拶です。ですが、初めて電話してきた相手にも同じようにいつもお世話になっておりますと言います。これはとにかく暗記する、もう覚えるフレーズです。不在時の受け答え、申し訳ございません。佐藤はただいま席を外しております。申し訳ございません。佐藤はただいま席を外しております。担当者がいない場合は、まず申し訳ございませんと謝罪を伝えます。いませんというよりも、おりませんと伝えた方が丁寧です。これは大切なポイントですが、自分の会社の人のことを社外の人に伝える場合は、さんつけません。例えば、この場合だと、佐藤さんはおりませんではなく、佐藤はおりませんになります。そして次に大切なポイントとして、担当者がいない理由を細かく伝える必要はありません。例えば、佐藤は会議中ですであったり、佐藤は外出中ですといった細かいことはあまり伝えないようにしましょう。プライバシーを守る目的であったり、何か不要なトラブルを避けるためなので、これは覚えておいてください。保留の仕方、少々お待ちください。少々お待ちください。少々というのは少しを丁寧に言い換えた言葉です。少々お待ちいただけますでしょうかという言い方もします。これも丁寧な表現です。保留の時間は長くても30秒以内にしましょう。それ以上時間がかかる場合は、こちらから折り返し電話をするのがマナーです。電話の取り次ぎ方。佐藤さん、ABC 商事の山田さんからお電話です。佐藤さん、ABC 商事の山田さんからお電話です。今回は佐藤さんとさん付けしたのに気づきましたか？社外の人に話すときはさんをつけませんが、社内の人を社内で呼ぶときは佐藤さんとさんをつけます。間違いやすいポイントなので気をつけてください。伝言の受け方。伝言を頼まれたときはこう言います。はい、受けたまわります。はい、受けたまわります。かしこまりました。そのように佐藤に申し伝えます。かしこまりました。そのように佐藤に申し伝えます。受けたまわりますというのは丁寧な言い方のはい、やりますとかはい、わかりましたという時に使えます。かしこまりましたというのはわかりましたという日本語を丁寧にした言い方です。申し伝えますというのは申す、言うという言葉を丁寧にした言い方と伝えるを一つにして申し伝えますということで誰かに何かを伝える丁寧に表した日本語です。こちらから電話を折り返す時の表現はこちらです。こちらから折り返しお電話を差し上げましょうか。こちらから折り返しお電話を差し上げましょうか。電話番号を聞く。念のためお電話番号をお伺いしてもよろしいでしょうか。念のためお電話番号をお伺いしてもよろしいでしょうか。念のためというのは英語で言うと just in case。何かあった時のためにということですね。例えば電話を受けた人がその人の電話番号を知らないといった時に電話番号を聞いておくと困りません。お伺いしてもよろしいでしょうかというのは伺う、何かを聞くという日本語をさらに丁寧にした表現です。電話番号を確認する。復唱いたします。03-1234-5678でございますね。復唱いたします。03-1234-5678でございますね。電話番号などの数字はので区切ります。そして最後に確認のため何々ですねと言って終わります。電話での聞き返し方。
申し訳ございません。もう一度お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。申し訳ございません。もう一度お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。恐れ入りますが、もう一度お願いできますでしょうか。恐れ入りますが、もう一度お願いできますでしょうか。注意するポイントとしては、とか何というのは絶対に言わないようにしましょう。あとは英語などで聞こえなかった時にみたいな感じで言うと思うんですけれども、これも日本語ではあんまりいい意味ではないので気をつけてください。声が聞き取れなかった時や相手の声が小さくて聞こえないなという時でも、お電話が遠くなどのように電話のせいにしてもう一度言ってもらうことが一般的です。例えば、ちょっとお電話が遠いようでしてもう一度おっしゃっていただくことはできますかなどが良いですね。申し訳ございません、すみませんのように謝っている雰囲気を出すことも大切です。電話の切り方。失礼いたします。失礼いたします。お電話ありがとうございました。失礼いたします。お電話ありがとうございました。失礼いたします。電話を切る時のポイントとして、ガチャンと切ってはいけません。受話器を静かに置くか、もしくは指でこの部分をグッと押すと電話が切れるので、それも使ってみてください。電話の受け方。次は自分から電話をかける時の表現です。電話をかけるときは、まず自分から名乗ります。敬語の謙譲語を使います。ABC 商事の山田と申します。お世話になっております。ABC 商事の山田と申します。お世話になっております。会話の始めにお世話になっておりますと言います。自分の名前や会社を伝えるとき、何々と申しますという敬語を使います。山田ですではなく、山田と申しますですね。自分の会社の名前と自分の名前をはっきりと丁寧に伝えましょう。担当者をお願いする。営業部の佐藤様はいらっしゃいますでしょうか。営業部の佐藤様はいらっしゃいますでしょうか。いらっしゃいます。これも丁寧ないますかという日本語を言い換えた表現です。人の名前には必ず様をつけます。要件を先に伝える。お忙しいところ恐れ入ります。明日の会議の件でお電話いたしました。お忙しいところ恐れ入ります。明日の会議の件でお電話いたしました。お忙しいところ恐れ入りますがというのはクッション言葉として使われます。この場合ですと、忙しい時に電話をしてすみませんであったり、取り次いでくれることへの感謝を示しています。要件を伝えるときは、何々の件でという表現を使います。お電話いたしましたというのは、電話をしましたという日本語を丁寧にした表現です。相手の都合を確認する。今お時間よろしいでしょうか。今お時間よろしいでしょうか。このように長く話すときは相手の都合を確認しましょう。伝言の残し方。お手数ですが伝言をお願いできますでしょうか。お手数ですが伝言をお願いできますでしょうか。お手数ですがというのは、相手にちょっと面倒なことを頼んでしまいますがという言葉で、日本語ではとてもよく使います。これは電話だけではなくメールなどでも使います。相手に何かをしてもらうときに、言葉の頭にお手数ですがとつけると丁寧な言い方になります。何々の件で折り返しお電話いただきたいとお伝えいただけますでしょうか。何々の件で折り返しお電話いただきたいとお伝えいただけますでしょうか。恐れ入ります。折り返しお電話をいただけますでしょうか。恐れ入ります。折り返しお電話をいただけますでしょうか。電話の折り返し方。お世話になります。ABC 商事の山田です。先ほどはお電話ありがとうございました。お世話になります。ABC 商事の山田です。先ほどはお電話ありがとうございました。お電話いただいたのに出られず申し訳ございません。お電話いただいたのに出られず申し訳ございません。電話の切り方。失礼いたします。失礼いたします。お忙しいところありがとうございました。それでは失礼いたします。お忙しいところありがとうございました。それでは失礼いたします。これらは電話を切るときの一般的な表現です。失礼いたしますと言って切ります。それでは電話の一連の流れを練習してみましょう。字幕がありますので一緒に読みながらやってみましょう。はい、株式会社東京カンパニーでございます。ABC 商事の山田と申します。営業部の佐藤部長はいらっしゃいますでしょうか。いつもお世話になっております。申し訳ございません。佐藤はただいま席を外しております。わかりました。それでは伝言をお願いできますでしょうか。はい、承ります。本日の夕方からの会議の資料を
メールでお送りしたことをお伝えいただけますか？かしこまりました。そのように佐藤に申し伝えます。念のためお電話番号をお伺いしてもよろしいでしょうか？はい、03-1234-5678です。復唱いたします。03-1234-5678でございますね。はい、そうです。かしこまりました。よろしくお願いいたします。お電話ありがとうございました。失礼いたします。失礼いたします。お疲れ様でした。どうでしたか？こちらはシャドーイングで繰り返し練習してくださいね。今日学んだフレーズを使えば自信を持って電話対応ができます。何度も聞いて何度も練習してください。そしてこのチャンネルでは日本語の面接の対策や仕事で使う日本語、日常生活で使える日本語フレーズを紹介しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントをいただけると励みになります。ぜひコメントもお願いします。それではまた次のレッスンでお会いしましょう。頑張ってください。